危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日も1本目の録画はライブでやらさせていただきたいと思います。はい、お願いします。今日はお願いします。今日は、質問をいただいているので、まず質問からいきたいと思います。このコロナで、アメリカの不動産市場っていうのは、冷え込んでないんでしょうか？はい、心配いただいてますよね。私もクライアントさんから大丈夫？ちゃんと仕事してるって結構声かけられたりするんですけど、ご心配本当にありがとうございます。データ的にはまだ冷え込んでるっていう感じじゃないんです。大丈夫です、私たち。数字が好きな方のためにちょっとデータをお知らせすると、ホノルルに関しては制約件数っていうのはもちろん去年よりは落ちてますけれども、先月よりも今月の方、ごめんなさい、5月に比べて6月っていうのは、戸建て今度両方合わせても 23.3%、ごめんなさい、去年に比べると落ちてるんだけど、5月に比べると 22.3% 上がってます。で、価格帯にももちろんよるんだけれども、1億以下の物件っていうのは、動いています。で、インベントリーが皆さんのとこもそうだと思うんだけれども、インベントリーがやっぱり少ないのと、ローンの利息が低いのが重なって、ローカルマーケット、特に忙しいようです。高級物件になると海外からのバイヤーが頼りなところもあるんで、高いものに関しては物件ありきかなっていうふうにも思いますけども、実際にその3月にコロナが始まって、4月にうちの弊社の話させていただいちゃうと、人員を削減したりしてたんですね、将来不安だっていうので。だけど、今月になってからそういう人たちも戻してきてるし、あと1番目がマウイ島で、あとハワイ島、オアフ島って、その3つの順番にリゾートエリアの売り上げっていうのが結構伸びてきてて、で集計してみたら今年の前半だけでの売り上げがもう600億ドルになってるんですよ。でさらに今エスクロに入っているのが300億を超える物件っていうのがもうエスクロで今手続き中なんで、そんなにその冷え込んでるとか大変だとかっていう感じでは今のところ、ないです。反対にリモートワークが当たり前になって、そうやってなんかリゾートのエリアでも住んでいかれるよねっていう人が購入してるみたいな、そんな傾向ってあるのかしら？あると思う。っていうのはローカルの人もちろん買ってるんだけど、そういうリゾートエリアの高い物件っていうのはニューヨークの人だったり、あとはサンフランシスコの人だったり、カリフォルニアの方からもう早くハワイに動きたくって、もう1日でもいいから早く動きたいっていう声はすごく聞こえてきてて、そうなんだなと思って。素晴らしい。もなんか低くなったりとか、値段が下がったっていう情報で買いたい人が、逆にモチベーション上がってるっていうのもありますよね。そうだと思う。やっぱり去年に比べて15% オフ 20% オフぐらいで買えるっていうことがやっぱりあるからね。カリフォルニアも去年の物件数と今年の物件数を同じ四半期で見ると、やっぱり 25% ダウンで下がってるんですね。でも一番落ち込んでたのが4月、ちょっとずつずれるから、3月4月ぐらいなんだけども、6月のデータが出てて、5月と6月を比べるとソールドの件数が5月に比べて6月が 45% アップで、ペンディングになってるのも 36% アップってことで、すごく落ち込んでたもうかなり戻ってきてるっていう感じなんですね。で、やっぱり前からね、みんなでシェアしてるみたいに、もちろんその失業者数もすごい高いし、この影響を受けた人たちの数がやっぱり全米で20% とかね、25% ぐらいの職業の方とかが失業したりお仕事できてないっていうのもあるけれども、逆にエッセンシャルビジネスとか全然関係のない影響のない職業の人はなんか逆にね、すごく変えるのはありますよね。だからカリフォルニアもあんまり冷え込むというよりは結構動いてきてる感じです。オハイオはね、忙しいって言ってたものね、前から。
そうですね。だから冷え込んでないですよね。私たちもちょうど、昨日お預かりした物件があって月曜日だったんですけど、週末に本当は売りに出せる準備ができてたんだけど、まあ、フォースオブジュライウィークエンドということで、もしかしたら少し影響が出るかなということで、あえて待って月曜日の午前中にMLS に載っけたんですけれども、内覧が15入ったところで、最初の内覧の方がキャッシュでオファー出されて、まあ、スキングプライス提示価格よりも高かったことと、あとこの前から話している家の検査も放棄してくださったし、ホームワランティーもいらないという形で、あとそのオーナーの方は、海外に引っ越されるので、実はそんなに反対にショートな短い時間でクロージングをしたいというよりは、あと30日ぐらい引っ越しに期間があったら嬉しいという方だったので、まあ、パーフェクトなオファーが来たので、あえてこうハイエスト&ベストみたいにして、もっと競い合わせて、もっと高い値段とか、もっとこれ以上いい条件はないのかもしれないですけれども、やっていきますかって話をしたら、いやもうこれで結構ですっていうことだったので、それで契約に入ったので、もう1日経たないところで売れてしまいました。まあ、そんな感じで、そうですね、まあ、もう本当に超売り手市場、だからインベントリー自体も、少なくなっているので、そんな意味では価格的には下がってないし、冷え込んでるっていうとしたらば、まあ、本当に大きい意味でたくさんのお家を取り扱っているような大きなチームだったら、市場の影響を受けると思うんですけれども、まあ、私たちぐらいの大きさであると、普通に売り物件が入ってくればそれで対応していくみたいな形なので、その市場自体が冷え込んでるってことはないよね。ただ売りに出てくる物件がやっぱり例年に比べると、半分ぐらいなのかな、コロンバスとかだとっていうことで、まあ、全体の取引の数、それから取引規模っていうことでは少なくなってる、そういうような現状です。あとやっぱりお預かりしている物件の中でも日本とか中国とかその海外の方に好まれる物件っていうのはやっぱりあるんですよね。売れないんですよね。そういう方がいらしてないからあんまり。だからもちろんその市場自身を言うと冷え込んではいないけれども、そういう今買いだよっていうような物件っていうのはやっぱりあります。そっか。それからもう一つ、この前賃貸のお話をしたんですけれども、コメントをいただいて、それから質問があるのかな。そう、Facebook でいつもこの YouTube の番組宣伝させていただいてるんだけれども、その中でユミさんって言って、日本で、バリバリ賃貸をやってらっしゃる方がやっぱりいつも見てくださってて、で、その方が、もう少しその賃貸について詳しく聞かせてくれませんかっていう、質問だったんです、コメントをいただいたんですけれども、一つは、その賃借権っていうのの登記は必要ですかっていうこと。それから、賃貸に関するその価格付けっていうのは何を基準に皆さんやってるんですかっていう質問が来てます。はい、いかがでしょう。カリフォルニアって賃借権の登記ってあるんですか？うちはね、ないんですよ。特に賃借権を登記することはないので、まあ、普通に、契約期間が1年が標準で、1年とか2年とかをもう、音声がちょっと悪いかな。そうですね。まず固定資産税って自分が住んでるのと貸してるので変わりますか？変わります。ハワイ変わるよね。どのくらい変わるんだっけ？自分が住んでると、1000ドルについて 3.5 なのが、そのインベストメントの種類にもよるんだけど、例えばホテルコンドだったり、ただ長期でレンタルしてたりとか、あとまたそれが短期でレンタルしてたりとかっていうのにも変わるんだけど、ホテルとかだと 12.5 とかっていうふうに3、4倍になっちゃったりします。そうなんだ。で、それ自体は軍に登記したりとかしないでいいんだ。カリフォルニアは変わらないです。
ごめんなさい、ひろこさん、聞こえない。フリーズしてますね。ごめんなさい。じゃあ電波が悪い。電波悪いですね。ハワイも、ごめんなさい。その、賃貸の、普通の、ごめんなさい、家ね、コマーシャルじゃなくて、商業物件じゃなくて、普通のお家を借りたりしてる時には、そのテナントが誰だとかっていう登記の必要はないです。オハイオ州の場合は商業物件なのか、住宅なのかにはかかわらず36ヶ月以上、つまり3年以上のリース契約だとそれを軍に登記しなきゃならないっていう規則があるのね。なので、私たちの一軒家戸建てを、日本人の、駐在員に貸しましょうっていう物件は35ヶ月の賃貸にしてます。大体駐在員の方ってこの辺りだと平均して4年半ぐらいいらっしゃるんですけど、だから4年半のリス組んでくださいとか5年のリス組んでくださいっておっしゃるんだけど、そうすると軍の方に登記しなきゃならないので35ヶ月で、元の、契約をして、でその後1年ごとの更新とか2年の更新ができますよみたいなやり方をしてます。あともう一つ、オハイオ州自体は固定資産税は自分が住んでいるのか持ち家なのか、賃貸に出している物件なのかで固定資産税は変わりません。一緒です。ただ、オーナーの登録があるじゃない、軍に。その時に、賃貸なのか自分が住んでるのかっていうのを、軍から、アンケートが来ます。ああ、なのでそれはこっちもアンケート来ます。そうなんだ。なので軍の、オーディターサイトっていうのがあって、そこに登記が載ってるんだけど、それを見ると自分が実際に住んでるお家なのか貸しに出してるお家なのかっていうのが一目で見ることができるようになってるかな。それを言うとね、こっちも年齢によってなんだけども、自分がその住んでるお家っていうのを、その住んでますっていうふうにちゃんと登記すると、エグゼンプションって言って、さらにそれが、お年の方は、固定資産税が安くなったりっていうのがあります。カリフォルニアはどう？聞こえますか？ちょっと今、最初に通してちょっとマシにしなったからごめんなさいね。カリフォルニアの固定資産税は固定資産税自体は変わらないんですね。で普通に、大体カウンティっていうステートの次のレベルの郡とシティが、パーセンテージを作っているので、大体私のいるあたりだったら 1.25% ぐらいっていうのが固定資産税の評価額、購入金額の 1.25% が評価額で、例えば2、30年前に例えばお家を買った人は、例えばすごく安くで10万ドルでもしお家を買ったとします。そしたらそれはあんまり値段が評価額が物件価格の市場マーケット価格よりも上がり率が低いので、例えば20年経っても10万ドルで買った家が今査定すると例えば18万ドルとかぐらいしかなってなくて、でも売るともっと例えば40万ドルになってるとかっていう風な状態で、そうするとオーナーさんがずっと支払っている固定資産税の金額は10万ドルとか15万ドルとかの低いのをベースに出せるので、すごく固定資産税自体は昔買った人は結構安いままで払ってるという感じですね。ハワイは毎年アップデートしてくるから、それはない。今の評価額っていうので、来年はあなたはいくらですよって、もう毎年毎年変わってくる。1年おきなんだ。すごいね。毎年うちも変わるんだけれども、その1年間の上がる評価額はそんなに値上がらないんですよね。やっぱり景気がゴンゴンゴンって良くなって物件価格が高くなっているフェーズでは、3% とか 5% ぐらいの率で上がってるんだけど、マーケット価格ってもっと 10% とか単位で上がってたりするから、そこが低いままなんですよね。オハイオは、6年ごとの見直しと3年ごとの見直しがあって、結局のところ3年ごとに、評価額の見直しがあるので、それなりに上がっていくし、少し低いとこの辺りの固定資産税の8割が学校
の学校税として利用されているので、学校の方から指摘が来るみたいな、お宅の評価額これ低いんじゃないかみたいな。でもちろん戦うことはできるから実金にこう売買されてない物件だったらいいんだけど、去年買ったばかりの、物件だったみたいなことになると、去年いくらで取引されたでしょ、だからこれの、価格でみたいに言われると戦いようがない、なのでいつもこう学校がこう評価額を見張ってるみたいな、そんな感じかな。面白い。やっぱり全然違うのね、州によってね。そうですね。で、2番目の質問の、賃貸価格のその価格付けってどうしてますかっていうのは、あきこさんどうですか？その賃貸実際にやってらして。はい。賃貸相場、そのあたりの相場っていうのがやっぱり他の賃貸物件からしてあるんですけれども、駐在員の方の賃貸って例えば、ここの学区に住みたいからこの辺のお家が住みたいんだよって言った時に、そこで例えばいくらって決まっていても、会社によっては会社の、補助額っていうのが決まってて、で補助額が決まってて、それプラス手持ちで借りていいっていう会社さんと、そうじゃなくて、この辺りでのその賃貸価格をその会社の賃貸補助があることによって繰り上げてるんじゃないかって思ってる会社さんなんかは、手持ちは、いくらまでみたいな、もう絶対会社が出した価格で借りなきゃダメよっていう会社もあって、そうなると実は子供この学区にやりたいんだけど、そこは無理だよねみたいなこともあったりとかして、なので反対にその駐在員に向けて賃貸物件を貸したいっていう大家さんとしては、これ宮本さんいくらで貸せる家なのっていうと、いくらぐらいっていう相場はあるんですけど、その時家探しをしているその人の会社補助がいくらですかっていう、そっちが優先するんだよねって話をいつもするんですね。だから相場だったら例えば$2500のお家だったら$2500で出しときましょうと。だけどたまたま相談来た人がここの会社は$2300までしか借りちゃいけないんだよって言った時はそれもお教えしますと。でそれで$2300で貸したいかどうかっていうのは親さん次第ですよみたいな。あとレントコントロールみたいなのがオハイオはないので、例えば本当は$2500で貸したいんだけど$2300で始めて翌年あげるとかっていうのは全然ありなので、そういうような調整の仕方をすることもあります。こっちも借りる人が6ヶ月じゃなくて1年の契約するから$2000っていうのを$1900にしてとかっていう人は結構いますよね。ですね。どうでしたでしょうか？今回はライブでお届けしました。はい。ごめん。ひろこさんどうぞ。ひろこさん。はい。もう今日で電波が悪いからちょっと。はい、どうでしたでしょうか？質問とっても嬉しいです。また何か、これに関して他に質問があったらいつでもお寄せください。じゃあまた。ありがとうございます。